今回の姫路編は1泊2日の旅です。この2日目も奥さん任せの探索です。はじめに、諸社山、遠慮寺。その後、赤穂へ向かい、お昼をとって、赤穂城跡、その後寄り道しながら帰宅です。姫路キャッスルグランブエリオホテルでの朝食です。バイキング形式なので普段の量の3倍くらいつい食べ過ぎてしまいます。こちらのホテルでは、ラーメン、そうめん、丼など、種類が多いです。諸社山ロープウェイ乗り場の駐車場です。料金、片道。大人、600円。少人300円。往復。大人、1000円。少人500円。諸社山ロープウェイ、乗車時間、3分50秒。諸社山に初めてロープウェイが設置されたのは1958年のこと。当初は30人乗りのゴンドラが運行していましたが、平成4年に大型化されました。2018年3月、開業60周年を機によりワイドに視界が広がる客車に生まれ変わりました。跳ね上げ式桟橋、日本で3元目の採用。ゴンドラはプラットフォームの両側にぶつかることなく進入可能。到着する際、自動的にプラットフォームの両側から、桟橋が降り、ゴンドラの揺れを素早く止めて、お客様が安全に快適に乗降できる、画期的な仕組みとなっています。ゴンドラが固定されるとき、少し揺れます。この日も海外からのお客さんが多かったです。今日の天気も35度いくのかな、とても暑いです。まだ到着ではありません。徒歩でも行けるようですが、私は、体力がないので、バスに乗ります。バス代は、往復大人、1人、1000円でした。売店があります。うどん、おでん、ホットコーヒーなど、今日の天気では、いただく勇気は来ませんでした。後からホームページを確認したら、冷やしそうめんとかもあったみたいです。寄ってけばよかった。マニ伝、マニとはボンゴの如意のこと。天禄元年、970、創建。本尊は、六肘如意輪観世音菩薩で、この堂の創建前、天人が王子を礼拝するのを見て、商人が根のあるままの生木に観音像を刻まれました。そのために岩山の中腹に舞台作りの建物となりました。本尊六肘如意輪観世音菩薩は、1月18日の鬼追いの日に回避されます。国指定の重要文化財、四天王立像もここに安置されていましたが、
現在はもともとお祭りしていた大講堂へ、90年ぶりに移動し奉安されています。期間限定で、拝見できます。六肘如意輪観世音菩薩。大講堂へ、向かいます。大講堂。遠慮寺の本堂にあたる堂で、お経の講義や論議が行われる学問と修行の場。室町中期の建物で、食堂、常陽堂とともに、この字型に立ち並んで、三つの堂を形成している。内部はない、外陣に区切られており、内陣には釈迦三尊像。中央が釈迦如来、右が文殊、左が普賢菩薩が安置されている。この度、真二殿に安置している四天王像を、もともとお祭りしていた大講堂へ90年ぶりに移動し奉安することとなりました。現在大講堂に祀られている四天王像は、寛和2年、986年、花山法王の行幸時に、遠慮寺、号を賜った際、大講堂を総本堂として建立し、その本尊として釈迦三尊と共に造立されたものです。作者は海山聖空上人の師、弟子、観阿上人が作られたもので、永延元年、987年、年10月の所読用、楽慶海岸法要、以来、1000年以上釈迦三尊と四天王像は共に奉安されてきました。食堂、本来は主要層の神職のための建物、昭安4年、1174年、の創建。本尊は宗慶文殊菩薩で後白河法皇の直眼で創建、2階建築も珍しく長さ約40メートル。別名お茶堂においても他に類を見ないものである。未完成のまま、数百年放置されたものを、昭和38年の解体修理で完成の形にされた。現在1階に写経道場、2階が時報の展示館となっています。鐘楼、袴腰付けで腰組を持つ鐘楼で、全体の形もよく整っています。鎌倉時代後期の様式、平成13年解体修理を終えた。修理中の調査で、元は法要であったと推測されている。諸社山の次は赤穂へ向かい、各位層で昼食をとりました。今日は土曜の牛の日ということで、うな重にしました。1人前2640円、2人で5280円でした。肝水、好きで美味しかったです。
赤穂に来たのは、赤穂城跡を見ておきたかったからです。拝観料は無料です。赤穂城は西宝2年、1645年に、常陸の国家様から入宝した浅野長直が、近藤三郎左衛門正純に築城設計を命じ、慶安元年、1648年より13年以上にわたる歳月を費やし、寛文元年、1661年に完成したものです。城郭の縄張りは近藤正純の指導のもと、甲州流軍学によるもので、一部、二の丸増形湖口付近は、山賀疎港が設計変更したと伝えられています。本丸と二の丸は輪郭式、二の丸と三の丸の関係は架け橋格式になっており、近世城郭史上非常に珍しい、変形輪郭式の海岸開きとされています。城郭の規模は10の隅櫓、12の所門があり、玉輪の延長は2847メートルに及んでいます。類石、防壁、所門、本丸御殿などが整えられ、居城としての異様が示されましたが、天守台のみ築かれて天守は構築されませんでした。3代続いた浅野家ですが、人情事件により断絶し、その後は長井家、ついで森家の居城となりました。明治の廃藩置県後、赤穂城は払い下げられ、屋敷地は民有地となりました。今回の旅行はここまでです。これから、京丹後市へ向けて帰宅します。と言っても途中やっぱり寄り道です。道の駅、銀の馬車道、上川。以前、寄った時には時間が遅く閉まっていたので、今回、明るいうちに寄れてよかったです。トイレ休憩&ドリンクタイムです。この後、まっすぐ帰宅しました。夕食はこの2日間の贅沢がたたり家にあるものをいただきました。ご視聴ありがとうございました。